俺の中でこれはもうプレッシングじゃないんですよ。まだ J リーグの指導者の戦い方を見てると、J リーグで勝つため、いやそうなんですけどね、なんでだろうって考えることはいっぱいやってほしいなって思いますね。で、できるように何をするかっていう考え。まあ普段でいつも電話したら普通の確認事項でも忘れてね。そう忘れて、あれは試合見たって言ったらもうずっとサッカーの話。1時間半、2時間時にはっていうところで、この前も沼津のさっきも言ったようにこうミニキャンプで若手の J リーガーの子たちを集めてやった時にこうズームで振り返りをしたと。で、その時に忙しいのに豪徳も入ってくれて一言いただいた時にこう振り返りのところはまさにこうボール非保持のところで思ったほどうまくいかんかったなっていうのは正直な印象で、そこで豪徳がこうすごく印象的なフレーズで、プレッシングってすごく繊細なんです。で、言葉だけいくとプレッシングって荒々しくアグレッシブなイメージだけれども、繊細だっていうこうニュアンスっていうのは、まさにその繊細さをこの本で書いてるんだなって自分で思って、非常に文学的な表現だったなと思って、豪徳にとってこうボール非保持でプレッシングのその繊細さの部分でなんか言ったらもう多分もっともっと話してしまうだろうと、思うけれども、何かこう具体的にこうありますか？そうですね。逆にって伝え方がちょっと合ってるのかわかんないですけど、具体的にっていう方が難しいっていうか、その、シチュエーションありきの話っていうのがどっちかというと多いっていうか、その、なんていうんですか、こう、箇条書きにして、プレッシャーとはこうだ、プレッシャーとはこうだ、プレッシャーとはこうだって、出すと、なかなかちょっと伝わりにくかったりわかんないことがあるんで、やっぱ一番それをリアルに伝えられるのは、シチュエーションを見たり、映像を見たりっていうのがもちろんしたんですけど、じゃあ、その、なんだろう、こう、ボールを、じゃあプレッシング、ターさんも言ったように、ボールを奪うことだ。攻撃することだ。これだけでも十分だと、俺は正直は思ってるんですよね。思ってるんだけど、じゃあ、奪う、攻撃する、奪うってことは、奪ってサッカーって続くじゃないですか。その通り。ってことは続いてるってことなんですよ。じゃあ、高さんが言ったみたいに、突っ込んで、ファールしました。俺の中でこれはもうプレッシングじゃないんですよ。そうだね。ただ行けばいいっていうやつほどファールするんですよ。なるほど。だからそういうとこですね、繊細さっていうのは。違うんだよって。そこをファールしないで相手が晒したボールを取れるから、初めてそれでプレッシャーが成り立つ。なるほど。君が行き過ぎてるけど、しっかり対応して、相手がヘッドダウンして、出せなくなったところに慌てて出したところを取れたら初めてそれがプレッシングなんですよっていう。素晴らしい。そういう繊細さがあることがプレッシングで、でもその中にはやっぱアグレッシブさもあるんですよ。絶対的に。その通り。そう。ただそのアグレッシブっていうことを、じゃあただ 100% 体現するんじゃなくて、プレッシャーの中にもそういった細かいパーフェクトなプレッシングがあるんですよ。さっきの前提の話で、絶対に抜かれていいことなんてないんですよ。じゃあ、抜かれないようにする、限定する、何もできない、みたいな感じに分けて、その時々で、その3つのうちのどれができるかっていうのを瞬時に判断して、チームで判断して、プレッシングすることが、プレッシングなんですよね。なるほどね。っていう話をしてる中でも、繊細さってすごく多いから、それを俺はすごく感じてて、自分が言ったけど、もちろん取り切れなかった。3人、4人いて、自分が5人目で取り切れなかったら、もうプレッシング終わってるんですよ。なるほど。で、そうなったら5人目の生き方とか、5人目の行くべきところじゃないとかっていうのは、やっぱりまたその繊細さの話になってくるんですよ。だから、何が言いたいかっていうと、ただボールをプレッシングしてチーム全体で奪う中にも、限定の仕方や選手との距離感、奪い方、ファールしない、もっと言ったら、奪う定義が人によって違ってて、そうだね。俺の中で奪うっていうのは、ボールが
その選手から味方に渡ったらもう奪ったことになってるんですよ。まあ、いや、そうじゃんって思うじゃないですか。ただ、ボール奪ってって言われたら、その人から必勝懸命ボール取ろうとするじゃないですか。俺は、つつけばいいと思ってるんですよ。それ拾ってって。それもサッカーなんですよ。だから、プレッシングは、そういう意味で言ったら 100% でいかなくても、相手のボールつつくだけだったら 30% ぐらいの力でもいけるときってあるんですよ。なるほど。だから、なんていうんですかね、こうやって、こういう話をしてると、自分はやっぱプレッシングの中って、じゃあ奪うにも3種類ぐらいあるなとか、プレッシングの強度って言われることにも3種類ぐらいあるなって考えると、プレッシングって本当に緻密で本当に繊細なんだなって。で、そのレベルと、その自己、解決能力が高いチームほど、やっぱプレッシングが素晴らしいなって、俺は思うから、まあ、本当に参考にしてるのはやっぱリバプールとか、強かった時のドルトムントとか、俺は今、トットナムの監督やってポステゴグルーの守備の仕方とか、その彼が考えてるフィロソフィーっていうのがなんとなくこう守備のところでちょっとそうなんだろうなって思うそのプレッシングの要素みたいなのが結構詰まってるんで、だそういうチームとかはシティもそうですよね。だからこそ彼らはその緻密さが分かってるからこそ傍から見たら、いや、後ろ1対1じゃん。ノープロブレムです。だってそもそも1対1の1の選手にボールが来ない状況をプレッシングで作ってるんだもん。でもそれ分かんない人は、今これもう闇雲に切られたら1-1で行かれるじゃん。もうその時点でもう俺の中では論外なんですよ、話が。で、2-2で守れる、1-1で守れる定義っていうのは、後ろが安心して守れる定義っていうのは、どれぐらい前の選手が言ってて、どれぐらい前の相手の選手がヘッドアップしてないかっていう、じゃあその、切り替わりの流れの速さとか、誰がどこに立つとか、予測の部分とか、一人で二人見てるとか、そういうところがすっごい細かく詰まってて初めてプレッシングっていうんで、なるほどね。まあそういうのを、こう、まあちょっとね、見てる映像の人にはわかんないけど、タカさんと話してた映像の中で、選手が、勘違いしてるような、こう受け答えをしてるようなことが何個かあったんで、いや、僕ここかわされちゃったんですよねって、ここかわされなければよかった。まあ確かにそう。でも、君の次、ボール取れてたよ。俺の中では全く問題ない。君がそれを一歩二歩行かなかったら、ボール取れてなかった。最終の目標はボールを取ってることだからって、俺は思ってるんで、そこまで理解してたら、きっと発言は、いや僕まあもちろんここかわされてもよかったんですけど、僕がこれ強く言ってことによって次の人取れてるんで、僕はこれでよかったかなと思います。が俺は 100% の答えだと思ってたんですよね。でもやっぱり、タカさんが強くいけとか、奪えて、ね、自分でも言葉足らずって言ってたけど、そういうことを直に受けてしまうと、取れなかったことが自分に、がダメだったって思っちゃうから、それはなんか違うから、みんなもっと細かいところを、原理原則を分かった上でプレッシングの話をすれば、俺が言ってる繊細さは分かるよっていう意味で、まあちょっと分かってくれるかなって思いながらも、繊細さって言葉をちょっと使ったんですけど。まああの言葉で、みんな自問自答してほしいなと、どういうことなんやろうって。でまあゴートンが言った中で、こう、彼ら自身も、ただ行けばいいんじゃないなと。で、やっぱり、ファーストディフェンダーの重要性とかも、さっきも言ってる、ファウルしてしまうとか、ただ闇込みに行ってしまうとかではなくて、どういう風にっていう、こう、繊細なフィーリングがあって、ファーストディフェンダー行かなくちゃいけないと。っていうのは、本当にその通りやなと。でもまあ、こういうサッカーをね、こう、じゃあ指導者として教えていくときに、まあ、やっぱり経験っていうのも大事で、で、まあ今、豪徳は、こう、ドイツに長くいて、日本に戻ってきて、まあ代表でも、こう、長くプレーして、で、ワールドカップも出て、で、こう、今、こう現象としては、非常に、こう、海外に行く選手っていうのは、まあ普通になってきてる。そうですね。ね、ステップアップで、こう、もう、わーってみんな、こう、盛り上がるというよりは、行ったんだ。じゃあどう活躍できるんだろうのレベルに来てる。活躍してなんぼ海外行ってことが目的じゃなくて、向こうで活躍するっていうのが重要であって。で、まあそういったね、成功してる選手も多々出てきてる中で、一方でじゃあ、今話したような、こう、指導者っていうのは相変わらず停滞してるんかなと。
で、海外でいた、日本人の方が、日本の J リーグで指揮取ってるっていうシチュエーションがあまりないような気がして、で、そういった時に、ごとくなんか、例えば、選手として海外で今話したことも含めてやけど、単純に俺としてすごく疑問なのは、日本の弟子かって言ったら失礼だけど、けど世界とかって言うから、すごく突っ込みたくなるんやけど、日本でしか指導してない方から、教わることとか、に対する、難しさとか、あとは、こういう経験を積んできて、今日本の指導者に求めることってどういうことなのかなと。まあ、カテゴリーにもよるかな、正直なところはもちろんありますし、まあ僕も新潟とね、ヴィッセルでやらせてもらって、新潟の時は19歳で入って、どっちかというとプロとはなんだっていうことを教えてもらってたから、より教えてもらうっていう感覚が指導者に対してはすごく強かったんですけど、今は、今っていうかこのヴィッセルにいる4年5年間は、指導者から教わるっていう感覚はほぼほぼなかったですね。新しいことを何か自分で発掘できるとか、発掘したとか言われて気づいたってことは正直ないかなっていうのは、やっぱりもうそれを、超えるものぐらいのものをやっぱりドイツで肌で感じたんで、なんか言われてることはもう当たり前のことだったし、セオリー通りなこともあるし、で、あとはじゃあ自分がそれをどう体現するかっていうことの方が自分は大事にしてたし、なんていうの、自分はそっちにフォーカスしてた。なんか新しく自分が、うわ、これ面白いなって思う戦術があったとか、守り方、攻め方があったっていうのは正直あんまりなかったんで、まあその19歳の時の自分と今の30代になった自分とではまた監督とのなんていうの、監督を見る感覚はまた違うんで、また一概にはこれはこうだって言いづらいですけど、言いづらいっていうのはその監督っていうかその、指導者を気遣ってってわけじゃなくて、その難しい。立場が違う状態で今監督たちを見てるから難しいっていうのはもちろんあるんですけど、まあでも一つだけ言えるのはやっぱりまだ J リーグの指導者の戦い方を見てると、J リーグで勝つため、いや、そうなんですけどね。結果的に言ったらそうなんですよ。J リーグで戦ってるから J リーグで勝つサッカーして何が悪いんだって言われたら、そうですねって言うしかないんですけど、僕はやっぱり、さっきにもちょこっと出したポステゴグルーがトットナムに行ったっていうのは、多分、日本で勝つためのサッカーを彼はマリノスにさせてたんじゃなくて、自分がサッカーとして選手たち、チームが強くなるためにどんな方法があるかなが行き着いた結果だと思ってるんですよ。じゃなきゃあんなところまで行かないんで。じゃあ逆を返したら、日本人で自分のサッカーはこうだっていうので、圧倒的な力を示した監督が出てきたら、ライセンスの問題ももちろんありますけど、俺はインターナショナルに行ける監督が出るかなって思うんですよ。ただ、今見てる限りは、色はありますよ。ちょこっと。でもそれは、正直言ったら、俺は、シティとか、リバプールとか、どっかのマネからバルサのマネをちょこっと自分で取ってきて、それをチームに還元してるって感覚。で、それを J リーグで勝てるための要素に押し込んでるかなっていうのが、正直な俺の J リーグの指導者っていうかその J リーグの戦ってるチームたちを見てて思うかなって。いや、その強いとか弱いとかそういうことの話じゃなくて、戦術の話っていうところで。っていうのを感じるんで、その J の夜会の話でも、なんで選手ばっかりに世界を目指させて指導者が世界を目立たないんですかって僕言いましたけど、もうまさにそういうことで、多分 J リーグで勝って自分がヨーロッパに引き抜かれるような監督まで考えてる人がじゃあ今聞いたらどれぐらいいるのかなって正直思うっていうか。そうだね。でも分かんないけど、僕が監督だったらそうしたいんで、やっぱり分かんないけど、今いるテレビに映ってるトッププレイヤーとかに
指導できる機会があったら、うんうわーってなるんですもん。うわ、そんなこともやってるんだ、君たちって、うんやっぱり自分はなるんで、うんで、その中にただ自分がサッカー勝つため、強くなるためのチームでこんなフィロソフィーあるんですよ、こういう落とし込み戦術あるんですよっていうのを持ってたら、すごいなって思うんで、指導者やりたいわけじゃないですけど、いやいや、やってほしいなと思いますけどすごく。感じるんで、本当にこう指導者っていうのには、こう世界を目指してほしいなって。うんで、俺は本当にちょっと思ってるのは、日本の選手たちが海外を目指し始めて、世界を目指し始めて、ワールドカップも本気に取りに行くってなってるんだったら、まあ今森保さんがそれをね、うん一生懸命頑張って、その夢実現に選手たちと一緒に向かってるんですけど、今後、やっぱりそういう世界に進出したいって思ってるコーチ、監督とかっていうのが、どんどん出てくることが、日本の、サッカーの向上の一歩二歩、うんもうあるいは三歩になるんじゃないかなって、うんやっぱり思うんう。で、まあやっぱりそれを、まあどうにかこう、目指してやってほしいなって思うし、そのトップレベルの現場の現状をアカデミーに落とすことによって、さらに早くから、タカさんが最初に言ったその高校年代ではもう、何でしたっけ？競技スポーツ競技スポーツになるような時代が日本にも来るんじゃないかなと思うんで、その世界っていうところの幅を選手だけじゃなくて、J リーグと、審判も含めて、指導者にはやっぱりこう、なんていうんですかね、目指せってことじゃなくて、目指してほしい。その方が、俺は日本が伸びると思いますよっていう、まあちょっとメッセージ的なところもあるかなと思います。そうだね。全く、僕も同意してます。そこに関しては。で、じゃあ、ね、海外に行ってるけれども、じゃあトップでやってこれて成果監督してっていうのはなかなか、こう、今のところ出てない中で、で、ただ一方で、俺はこれもちょっと批判になるかもしれないけど、ただそれでも、こう、各、サッカー協会では、例えば石川県だから石川県から世界に活躍する選手、スーパー、けど、いいこと。そうあってほしい。じゃあ、具体的にじゃあ、それを言ってる人たちは何してますかと。っていうところと一緒だと思うから、じゃあ、英語喋れんのとか、言語、まず言語が大事だから、学ぶときに行って、ただ見て、あーって言って、大丈夫、見たから大丈夫、じゃなくて、ちゃんとディスカッションして自分から、っていうことをして、そうじゃないとやっぱり、こう目指せって言ってて自分たちが努力してないんじゃないかなっていうのは、君たち若いからで、いや、じゃなくて、僕らももっと学んで、こう、自分が世界基準になって、口だけじゃなくて、っていうのがすごく大事だなと思います。で、最後に、こう、さっきの育成の話じゃないけれども、こう、豪徳として、こう、ね、今、YouTube のところでもやっぱりこんな人やったかと、俺も J の夜会を、見たときに、なんで見たかっていうと、ずっと見てなくて、でもどうせいいこと言っとるのは分かっとるから、でもずっと話すやん、長いこと。で、そこを知ってるし、で、ただある知人から、酒井豪徳すごいっすよねって言われて、なんでっつって今更って俺は思うから、いや、そりゃすごいよと思って俺言ってるじゃんっていつも。で、なんでそう思ったのって言ったらその J の役割で、こういう人なんだって。で、多分それ彼だけじゃなくて、あれすごくこう見られてる動画だから、コメントも見たときにはやっぱりすごい肯定的な意味で、さっき言った1対1のところも、こう、俺はすごく理解できて、そうそうって思うけど、皆さん理解できてたかなっていうところも、あったりするんやけれども、そういう酒井豪徳だからこそ、こう、特にサッカーでプロになりたいとかっていう子たちの
ためも含めて、どういう豪徳ってこう思考でサッカーしてるか、どういう、むしろこういう考えで、こう高校生、中学生、または小学生が、サッカーしてほしいかなっていう、こう豪徳のマインド的なところ、それがいいか悪いかは別として。いや、難しいな。僕も結局、どうやってきたか、それとも、どう考えてサッカーしてきたか。俺も結局やっぱり、学んだ時期がドイツに行った期間だったんで、でもみんなもそうなんですよ。やっぱり知らないことを人に言われてもピンとこないのは、誰しもがだと思ってて、もう本当にわかりやすく言ったら、小学校3年生、中学校1年生の勉強をいきなり教えたとしても、この人何言ってるんだって。そうだね。でもなんとなく足し算があって引き算があってってなったら、あーって、まあなんとなくそのやり方やったらできるんだって思いながら、多分ノートに書いたりすると思うんですよ。俺それと同じだと思ってて、本当の理解はしてないけど、見よう見真似はできる。でそれがまさに今の子たちなのかなって。でもその本当を知ってる人が、タカさんが言ったみたいに、じゃあ君たち世界を目指しなさいって言った人たちの中に、本当を知ってる人が何人いるのっていうところであって、だから、経験しなきゃわからないっていうのが、まあちょっと残酷な話ではあるけど、実際なことなんだけど、ただ自分は、小学生の頃から中学生、高校生ってなった時に、まあ高校からは代表もあったんで、より世界を身近に感じてたんですけど、学ぶことと、考えることは絶対にやってほしいなって思うんですね。やっぱ下手くそだったからこそ、どうやったら上手くなれるかな、どうやったら技できるようになるかな、っていうことをひたすら考えてたし、高校の時も中学の時も、どうやったら点取れるかな、もっとこうしてみたら点取れるかな、あの時これダメだったからこう、やっぱり満足したら人終わりってよくね、言うようなのと一緒で、やっぱりサッカー選手もそうなんですよ。って俺はすごく思ってて、本当に今日の試合で、じゃあこうだった、今日の練習でこうだった。でそこから考えることをしなかった人は多分成長はないと思うんで、なんとなく練習して、練習終わった、じゃなくて、練習終わった後も練習中もずっと、いや、うまくいかなかったらなんでだろう。じゃあ映像見てみよう。とか、試合やってみて、いや、あのパスうまくいった。でもこのパスうまくいってないからどうしよう。じゃあ映像見よう。この繰り返しの反復だったりっていうのが、やっぱりどんどん自分の引き出した経験を強くしていくと思うんで、僕は本当に、まあ見るってのはもちろん今難しい、まあより見やすくなったと思います。カメラがあちこち。けど、難しいとは、小さい年代は思うんですけど、ただ、なんでだろうって考えることはいっぱいやってほしいなって思いますね。で、できるように何をするかっていう考えることもやってほしい。この二つをやっぱり常に考えてほしいなと思うし、指導者にも考えさせてほしいなと思うんですね。できないんだ。なんでだろう。で、聞くっていうか、それをなんか、いや、リフティングはこうやってこうやってこうやってって、でもまだ知らない状態なんだなって考えさせて自分でコツをつかませるとか、そういうことの方が俺はすごく大事だなって思うんで、で、それを自分はわりかし自分でやってたんで。なるほど。だからなんかまあ小さい頃にアドバイスできるとしたら、考えること、考えて行動すること。この二つは、なんでできなかったって考えることと、その考えてから行動することっていうことは、小さい頃からなるべくやってほしいなと思いますね。なるほど。そのために使えるツールは、見るだったり、覚えるだったり、聞くだったり、反復して使ってほしいなと思いますね。なるほどね。考えて、まあ自問自答して、行動するっていうのが、負けず嫌いであること。これは一番大事です。まあ、負けず嫌いであること。素晴らしい。で、そうじゃないとやっぱり、ね、プロになれないかもしれない。確かに。いや、お疲れのところ、本当。全然。非常に楽しいお話ありがとうございました。